こんにちは。TTS の川本です。この動画ではメタバースの基礎第4弾としてモーションを紹介します。かなりアニメ寄りの内容ですが、メタバースの産業応用という観点から考察してみようと思います。よろしくお願いします。まずは体験で実際にモーションを作ってみようと思います。3D モデルを一から作ると大変ですので、今回はスケッチファブで無償で公開されているモデルをお借りしようと思います。早速スケッチファブにアクセスしています。ブレンダー形式でかつアーメーチャー付きのモデルを探しています。ちなみにスケッチファブにはモーションまでが作り込まれた 3D モデルも多数無償で公開されていたり、あるいは販売されています。メタバースを手っ取り早く体験するのにとても便利です。ダウンロードしたファイルをブレンダーで開いていきます。3の中からアーメーチャーを選択し、ポーズモードに切り替えていきます。今見えている骨格のようなものがアーメーチャーです。試しに角度を変えてみると、このようにモデルの姿勢が変わります。このように 3D モデルの動きはメッシュに関連付けられたアーメーチャーに角度を与えることで作ります。次にアニメを作ってみます。まずデフォルトの腕を水平の姿勢を1フレーム目に設定します。次に10フレーム目まで進めて腕を下ろした姿勢を与えます。さらに次は20フレーム目に腕を上げた姿勢を与えます。再生してみるとこのようにアニメになっています。こうした作業を細かく繰り返すことで走ったり、あるいは踊ったりといったモーションを作ることができます。試しに少しだけ複雑なモーションを作ってみます。時間がかかるので8倍速で再生しています。走る動作の中で右足が地面に着地する瞬間のポーズを作っています。一つの姿勢を作るだけで一苦労です。モーション作成を体験いただきました。ものすごく大変で、悪く言うと面倒な作業だなというふうに感じられた方も多いのではないでしょうか。実際にその通りだと思います。動画投稿サイトに初音ミクのような 3D モデルが踊っている動画がたくさん公開されています。クリエイターの方がたくさんいらっしゃいますが、モーションまでを自分で作っていらっしゃる方は少ないと思います。一部の方が作って公開されているモーションを借用するというやり方をとっている方が多いです。そのくらいモーションを作るのは大変ということです。少し話がそれますが、3D アニメ制作というのは基本的に分業制です。絵を描くのが得意な方はモデルを公開する。座標変換が得意な人は
モーションを公開する。編集が得意な方は動画を作る。というように、互いの得意分野を共有し合う協力関係の上に成り立っています。モーションの作成方法として、アーメーチャーの角度を編集する方法をご紹介させていただきました。これとは別に、モーションキャプチャーという装置を使った方法もあります。残念ながら弊社にはその設備がないので、ホームページを使って、他社の製品を紹介させていただきます。インターリハ社のバイコンというシステムを見ていきます。モーションキャプチャーというのは、ちょうど今ご覧いただいているように、カメラをたくさん設置して、その、スペースの中で人に運動させて、その動きをデジタル化するというシステムになります。その際、標点と呼ばれるマーカーを体につけます。今見えている銀色のこの球のようなものです。このマーカーの座標、3次元座標を時系列で取得するというシステムになります。実は私は人間工学系の出身でして、学生時代に今ご紹介したインターリハ社のバイコンを使っていた経験もあります。モーションキャプチャーを使えば、アーメーチャーの角度を編集する作業がなくなります。何より、実際に人が行った動きをモデルのモーションに当てることができるというのが魅力です。専用のモーションキャプチャーを持っているアニメスタジオなども増えているようです。ここから応用です。モデルを走らせたり踊らせたりする技術が果たして産業界、つまりメタバースの応用先として期待されているデジタルツインにとって本当に必要な技術なのかということを考えてみようと思います。NVIDIA が公開している動画の中で、自動車の製造ラインの作業者の動きをモーションキャプチャーで作っているという場面があります。モーションキャプチャーしている場面というのは実際に映ってないので推測になるんですけれども、おそらくバーチャル空間の中で動いている製造ライン、それは人がいなくて、設備だけが勝手に動いている状態の製造ラインに VR ゴーグルをつけた人が、アプローチしているということだと思います。そしてその状態で当て振りのようなことをして、それをモーションキャプチャーで測る。で、そのモーションをバーチャル空間内の CG モデルに与えるというやり方をしていると思います。そうすることで作業台の高さなどを最適化していると思います。しかしこれ、せっかくバーチャルなのに作業者の動きは人が作るのかというか、少し残念な印象をお持ちにならないでしょうか。例えば、車の生産台数を上げるためにラインの回転を少し上げてみたりとか、設備の配置を少し変えてみようといったことはソフトウェアの徹底で簡単にできます。そうした設備の変化に応じた作業者のモーションを、AI が作ってくれればいいはずなんです。ただ、実際現状ではそれが難しいということなんですけれども、ただそれができると、ものづくりというものの大半を計算機の中で表現できるようになります。最適なライン構成ですとか人員配備というものを計算機内の就職演算で、完全なオートマチックで最適化できるはずです。それこそがデジタルツインの究極であり、目指す姿だと私は思います。そこに、どのように到達するかということです。同じ動画の中で人が行った動作を使ってデジタルヒューマンをトレーニングするといった研究もあります。動画から詳細はわからないんですけれども、一般論を言うとデジタルヒューマンというのは、人が実際に行ったモーション、さらに厳密に言うと人にかかった力、床からかかった力とかですね、といったものを与えたときに体の中、腰椎とか、実際には測ることができないような体の内部の負荷を計算するというものです。
決してモーションを発生させるというものではないです。また、モーションキャプチャーで測っていくことで、人の行ったモーションのパターンを作っていく、テンプレートを作っていくということは可能だと思うんですけれども、将来的にモーションキャプチャーが不要になるかと呼ばれると少し疑問です。ちなみにモーションキャプチャーは数百から数千万の設備投資になります。費用対効果というところを考えなければならないです。少し発想を変えてみます。人の動きは複雑ですけれども、例えばロボットや AGV の動きであれば自由度が小さいですので、ソフトウェアで作ったり AI に作らせたりということが優しそうです。言ってしまえば、人の作業者を想定するからデジタルツインの究極に向けて突き進むことができない。人の存在が邪魔だということもできます。DX というとどうしても現行の人の作業やものづくりのやり方にデジタルを当てはめていこうという発想になりがちです。確かにそれも一つの方法ですけれども、デジタル技術をより活かせるようなやり方に人の働き方、人の動き方やものづくりのやり方を変えるという考え方の方がより競争力のあるビジネスを生み出せるのではないでしょうか。実際 Amazon のバーチャル工場の動画では在庫室のようなところに少しだけ人が映るだけで製造ラインはすべてベルトコンベヤーとロボットだけで構成されています。AI が人を追い越すんじゃないかという議論が昔からあります。それはすでに始まっているのかもしれないですね。この動画ではモーションを紹介しました。だいぶ話が飛躍してデジタルツインの可能性というところにまで話が及びましたが、いかがだったでしょうか。かなり偏ったというか、私自身の試験を多く含んだ内容だったんですけれども、動画をご覧くださった方の発想につながればとても嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。